はマーク2久々に有効です。グレードはツアラーブ、モールを挟んだここからのツートンカラーっていう、このツートンをうまく活かして若者がカスタムしてくれたりとかしたら、結構かっこよくなるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい、よし君おはようございます。おはようございます。今日はいつもより早いスタートでいきましょう。はい。7月17日、時間は10時16分。はい、まだ店がオープンして16分しか経ってないですね。相当早いですね。相当早い。気温は26度。暖かくなる前にやろうと思ったらもうすでに暑いっていう感じですかね。はい、今日はね、よし時間ないからね。俺は時間あるんですよ。すみませんけど。よしが時間ないんですよ。でも2本取んなきゃいけないから。お願いします。いきますよ。はい、早速いきましょう。今日紹介させてもらうのはこちらのお車です。はい、こちらは何ですか？マーク2ですね。マーク2ですね。はい。何系ですか？110。110。こんだけやってて。100系。100系ですね。はい。そう、もう毎度で大変恐縮なんですが、100系の車やらせてもらうんですけど、はい、実はマーク2久々に有効です。そうですね。そう。前回紹介させてもらったのは多分ワインレッドのマーク2かな。はい。あったでしょ？ありました。お客さんは近所の横田基地のお客さんが買って今も乗ってますけれど。ああ、そうなんですね。そう。とりあえずね、アルミが変わって、はい、マフラーも変わって、はい、でつい最近エアロまでつけたと。エアロはね、俺は買ってあげたんだけどね、頼んであげてさ。めちゃめちゃカスタムしまくってるっていう感じでそんな感じ次はドリフトに行くって言ってました。あ、すごいですね。はい、そんな感じで、日本だけじゃなくて、海外のお客さんからも人気あると。でどっちかというとチェイサーの方が人気はあるんですけれども、はい、マーク2はあんまり入ってこないじゃん。はい、で、実際はね、流通してる台数はね、多分マーク2の方が多いと思うんですよ。ただやっぱりこれツアラ V なんだけどね、はい、ツアラ V に関して言うとやっぱりスポーツ志向とか若者志向で販売してたチェイサーの方が販売台数は多かったと。マーク2はどっちかというとさ、今までのそのまま乗ってきた人たち、おじさま方が、グランデとか、はい、NA のタイプね、はい、を乗ってるっていうの感じなので、結構ねマーク2のツアラ V っていうのは珍しいんじゃないかなと思います。で、先に車の内容をちょっとお話しすると、この車は、年式はね平成8年式の10月登録の、マーク2、グレードはツアラ V。ツアラ V なんでターボエンジンですね。はい、1GZ のターボが積んであると。で、走行距離が16万1000キロで、シフトはねオートマチックなんですよっていう感じでございました。でしかもこのボディカラーもさ、なんていうの、これがねセダンなんですよね。はい、わかります？このツートンカラー、ツートンですね。このモールを挟んだ、はい、モールを挟んだここからのツートンカラーっていう、はい、こういうカラーリングってさ、今の車ないじゃん。あんまりないですよね。あんまないでしょ。はい、でも昔のセダン車、特にトヨタ車は結構ツートンカラー多かったんですよね。はい、俺も乗ってたけど10のセルシオとかさ、はい、クラウンもそうですね。はい、年代なんかはやっぱりバンパーとバンパーモールを挟んでこのツートンカラーっていうのがもうセダンの象徴みたいな形で、はい、今見るとどう？かっこいい？今でも僕はいけると思います。いけると思う。はい、ちょっとおじさん臭い。どっちかというと本音で言うと、はい、ちょっとおじさん臭いでしょ。なんだけどやっぱこの古さなり当時の良さなりをうまくカスタムできる人はセンスがあると思うんですよね。そう。やっぱり白単色、黒単色とかさ、はい、そっちの方がカスタム的にはしやすいと思うんですけれども、はい、なんかやっぱこのマーク2ザ、ちょっとねミドルセダンっていうのっていうスタイルから言うと、はい、このツートンをうまく生かして、若者がカスタムしてくれたりとかしたら、結構かっこよくなるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますけどね。はい、一応そんな感じの1台でございます。はい、でですね、これ買い取りでいただいたお車なんですけど、はい、今日お話したいのが、はい、この車もそうなんですけど、修復歴車なんだけど、はい、メンテナンスがしっかりしてある車か、それともそんなの気にせずとにかく修復歴なしにこだわるか、どっちがいいんでしょうみたいな。言い方難しいな。つってもさ、なんとなく言わんとしてること分かると思うんだよね。その修復歴ない方がいいわけじゃん。はい、でもそこにこだわりすぎるのってどうなんだろうねみたいなっていうのがあって、これはちょっと僕の自分の解釈というか自分の考え方でもあるんですけど、はい、この車は先に言うと修復歴軽くあるんだけどさ、修復歴ありでも、こういう車だったら OK なんじゃない？逆に修復歴なしだとしてもこういう車やめといたらいいんじゃないみたいなのもちょっとお話しできればと思いますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。 OK ですか？はい、はい、じゃあすっげえ暑くなってきたけどやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。
ヨッシー君やっていきましょう。改めましてですけれども、今日紹介させていただくのはこちらのマーク2と、型式は E-JZX100 ですねの、グレードはツアラ V で、年式は平成8年の10月だから西暦でいうと1996年ですね。だから今でいうと27年落ち8年落ちですかっていう感じで、結構年数経ってる。で、走行距離は16万1000キロ、シフトはオートマチック、修復歴は軽くありって感じですかね。で、こちらの車はやっぱりうちの YouTube 見ていただいたお客様から直接買い取りでね、いただいた車になりまして、ヨッシーと2人でね取りに行ったと行かせていただきました。っていう感じでございました。片道何キロ？400キロぐらいか。400キロ弱で。400キロぐらいだよね。そうそうそう。で、お車いただいてダメそうだったら近くの陸送屋さん持ってって運んでもらおうと思ったんですけれども、めちゃめちゃ調子良かったんで、そのまま400キロ走って帰ってきちゃったっていうね。全然快調そうでした。全然快調って感じだったんで、そんな車をちょっと紹介させてもらえればと思います。で、あとは一番初めに言いましたように、さっき言ったように修復歴ありなんですけれども、僕はこの車おすすめです。その一方で、修復歴なしだけれども、あんまりおすすめできないというか、仮にこの2つがあったとしたらどっちかというとこっちを選びたいみたいな、っていうところをちょっとポイントを押さえて、お話しできると思います。じゃあまずは外装からさらっと見ていきましょう。暑いのでカメラもダメそうなんで結構早めに行きましょう。パパパッとね。まずボディに関しては、基本的にねあんまり大きな傷ないです。パッと見はなさそうです。パッと見は、こういうね飛び石があったりとか、あとは、これは色あせ、こう色はげっていうんですか、あったりとか、よく見ればこういうところにエクボがあったりとか、っていうのはありますけれども、基本的には結構綺麗と。で、フロントバンパーは、純正でリップも純正オプションのリップが入っていると、ハーフスポイラーですね、これは入っているという感じです。で、助手席側こっち側回ってもらっても、結構綺麗、でアルミホイルは BBS 入ってるのと、なんですけれどもサスペンションはノーマルなので、車高は結構高め。これがなんていうんですかね、大人のスタイルですね。下手に下げてないっていう。あとはこういうところにちょっとこう上面色あせ出てるところありますよね。わかりますか？ちょっと色あせです。ありますよね。でもヨッシー君これ見てほしいんですけど、こっちが出てないですよね。ああ、そうですね。こっちが出てない。こっち出てる。で今度こっち出てない。って感じですね。これなんででしょう？ドアの交換歴みたいなことですか？交換歴どっちを？交換してたら逆に綺麗ですね。なるほど。そうだよね。そうだから綺麗、色あせ綺麗っていうとどこがダメなのかっていうとダメじゃないな。じゃあダメって表現でしょうか。どっちに手を入れてるかというとこっちなんですよね。こっちなんですよ。こっちがオリジナルっていう感じで、ボディに関しては色あせとか、小傷の修理とかで、結構ねところどころ直してあります。だから逆に言うと残ってるところでいうとこのドア、向こうのドアも上面ここちょっと色あせ出てるんだけど、こういうのがちょっと残ってるかなっていう感じ、でよく見れば分かるけれども、パッと見は全く分からんみたいな、これを気にする人はもちろん気にして買うのを避ければいいと思うんですけれども、いかんせん20何年経ってる車で16万キロ走ってる車ですから、これぐらいは許してよっていうのが僕の感覚ですかね。で後ろ回っていただくと後ろも比較的綺麗。ちょっと確かここだったかな、どっかちょっとバンパー押され気味な、これだったかな、ちょっとこういう傷あるんですけど、ただバンパーも直してます。こういうの見てもらうと分かる。これ塗装の跡ですからねっていう感じです。じゃあ今度こっち側来てもらって、さっき言ったように同じくで、これはドアこっちも残ってるから、こことここはオリジナルかな。で色あせがちょっと出てるって感じだね。という感じ。あとはミラーもちょっとこの太陽の光だと分かりづらいけどちょっとツヤがなくなってきたりとかっていう感じなんですけれども、あとこういうとこね。こういうところがね、こんな感じでございました。OK ですか？なんで外装で言うと基本的に大きい傷は特になくて、言うならば細かいところを
都度都度補修してたっていうイメージ、はい、色あせだったりとか、小傷であったりとか、はい、っていうところが補修されているので、それのね仕上がっているところ、まだその残存残っているところはあるものの、はい、全体的にはパッと見ちょっと離れちゃえばめちゃめちゃ綺麗な1台みたいな、そういうイメージでございます。はい、で何度も言うように28年16万キロ走ってる中古車ですから、はい、このクオリティ保ってれば僕的には全然合格点っていう感じ。じゃあ次内装見てみましょう。でねやっぱねそういうエンジンかけちゃうね、そういうその細かい手入れメンテナンスやられてたお客さんが乗ってた車って、はい、やっぱ内装はかなり綺麗。ここから見てもだいぶ綺麗に見えます。伝わるでしょ。はい、そうそうなんか変に気を使って直して綺麗っていうか、はい、素の状態が綺麗、素材が綺麗っていう感じですかね、はい、だから、こういうのは多少はしょうがない、多少はしょうがない、はい、でこういうダッシュボードのちょっとした浮き多少はしょうがない。でもねこれまだ浮き少ない方、全然多少はしょうがない。ただ全体的ななんかこう傷み具合とかクオリティを見ていただくとなんか清潔感があるよね。綺麗っていうのと同時に、変なステッカーベタベタ貼ってなかったりとか破れがなかったりとかで、こういうところもこれ巻き直してるんだよね多分ね。巻き直してるとかかぶして巻いてるって言ったらいいのかな、っていう感じで、はい、結構几帳面なお客さんだったんじゃないかなっていう感じですね。事実お客様もその、いろんな車持ってらっしゃったんでね、はい、思いのほか現行型の車乗られてたりとか、はい、外車持ってたりとか、これしかもワンオーナーだからさ、はい、ワンオーナー車なんだけどさ、こういうワンオーナー車ってもうこれだけを愛してずっと乗ってる人が多かったわけよね今。はい、そうですね。はい、結構おじさんで30代40代ぐらいで買って、はい、でそのままずっと所有されて50代60代70代手前ぐらいで売却されるって方が多かったんですよね。はい、自家用はこの1台みたいな。このお客様は結構その GR 系の車、トヨタのね GR 系の車乗ってたりとか、はい、現行型の会社乗ってたりとかいろんな車持ってる中でこれなんだみたいな、これだけはずっと持ってたみたいな、はい、なんかそんな感じでしたね。だから結構なんかいいとこ取りなんでね、いい大事にするところと、ちょっとカスタムしたり手直しするところがあって、で手入れるところはホイールとか、これナビゲーションとかも、はい、これもそんな新しくはないけどでも特別古くもないからね Z107、古いっちゃ古いけどもちろんこの新車の年代にはないナビゲーションなので、でバックカメラもちゃんとつくと、ついてます。こういうの嬉しいんですよっていう感じでございました。 OK ですか。はい。で機関的なところは、エアコンとか、ミラーもそうです。ミラーこっちちょっと遅いんだ。右ミラーの角度が、右ミラーがちょっと手でサポートしてあげないとダメ。ちょっと手でサポートしてあげようか。じゃあこういう感じですか。開くのは行くんですね。はい。こんな感じです。100系ミラー壊れるんでと、あとパワーウィンドウはこんな感じだ。右ミラーがダメって感じかな。ドアロック、エアコンはめちゃめちゃ効きます。本当に快適に帰らさせていただきましたっていう感じですね。で時計もちゃんとついてると、生きてますね、はい、という感じでございました。もちろんこのメーター内のスロットルコンピューターとかもちゃんと生きてるんで、ボタンを押すちゃんとこうついてます。機能してますよね、はい、という感じでございました。 OK ですか。はい、はい、じゃあ次はエンジンルーム見てみましょう。はい、一応シートの状態見とこうか。シートもこんな感じ。綺麗でしょ。めっちゃ綺麗ですね。そう、はい、今取っちゃったけど、はい、シートの下にもう一個クッション置いてあったからですよ、はい、前席ね、はい、後ろの席もね置いてあったので、シートの状態はとても状態がいいという感じです。 OK ですか。はい、はい、で、エンジンルーム、説明させてもらうんですが、はい、やっぱり基本的には綺麗。特段気になるなってところはない。気になるなっていうのは機械的に機関的にすっげえ錆びてたりとか、すっげえホースが傷んでたりとか、はい、そういうのは特になくて、基本ノーマルの状態、オリジナルの状態という感じです。でメンテナンスに関しては後でまた説明するんですけれども、このね VVTi、これね直してるんだって。2年前ぐらいに1回なんかはまっちゃったみたいで、はい、オイル漏れかなんかで調子悪くなっちゃったのかな、はい、で直してあるというふうには言ってましたね。はい、で、目立つこういうところそんなに錆とかも出てないし、はい、オイル漏れもないし
状態いいんじゃないかなと思います。で、修復歴に関しては、はい、一応ねフロント周りの、軽くって感じです。あ、フロントなんですね。はい、はい、でヨッシー君、修復歴シェイさん見るときどこ見ましょうって言いましたっけ？あ、これは覚えてます。覚えてる。コアサポート。そうだよね。でこれは番号入ってますよね。番号入ってます。はい。ってなわけなんで、はい、ここはね交換してないんですよ。だから結構大事故とか起こすと、当たり前だけどドーンとぶつかるんで、はい、当然コアサポート交換から入って、横からぶつかったらインパネとか、はい、横からヒットしても結局コアサポグッて歪むんで、はい、結局ここの交換から絶対入ってくる作業なんですよね、はい、一般的には。それがもっと奥まで入れば、インサイドパネルで、さらにもっと奥まで入れば足回りのストラットとか、まっすぐこの下にまっすぐ走ってるクロスメンバーとか、そこら辺の修正が入ってくるんですけど、はい、この車ね一応ね手入ってるっていうとここかな。ラジエーターのねロアサポートって言ったらいいのかな。はい、ここら辺はちょっと手入れてんじゃないかなっていうのと、はい、であとこれもねだからぶっちゃけね修復歴ちょっと微妙なんだよね。でもねうちはいつもよいしょ言うように、はい、白か黒かは基本黒にしちゃうので、はい、いや外しちゃう。ここ見てもらうとこれ分かります？ほら、あ、そこそう、これもヘッドライトバッフル、こっちフェンダーね、はい、こっちもフェンダー、要はヘッドライト変えてんだけどさ、はい、こっちは、これもねフレームじゃないんだけどヘッドライトバッフルだから、はい、だからオークション評価でいうとここだけだったら多分 3.5 点とかギリ3点で止まっちゃうんだけど、一応押されてる跡はあるし、フェンダーステイもバッフルも手入ってるから、はい、これは修復歴ありにしちゃった方がいいかなみたいな、はい、そんな感じでございました。だから修復歴の程度としては軽いんだけれども、すごいねこれさ。だからマーク2ってさ、はい、これで取れんのよ。ネジ何も止まってないの。これすごいっすよね。盗まれるよね。誰でも取れますね。誰でも取れる。ただ意外とね頻繁に外してないとこれなかなか取れないから、グッってやってもちょっと分かってれば。そうっていうのがあって、で仮にね、はい、仮にうちがちょっとグレーなことをしてでも、はい、利益重視でいくのであれば、はい、多分これはギリギリ修復歴なしでいけると思いますみたいな話の売り方で多分売っちゃうと思うんですよ。ギリ入らないぐらい。ギリギリだからね、うん、でじゃあ例えばさらに言うならば契約書を巻くときにつってもわからないから修復歴云々は書かないようにしようみたいなっていう風な売り方をするところもあんのかな、わかんないけれども、はい、ただうち別にそこまで利益を求めてないっていう、利益ね企業ですから利益を求める、売上を求めるのは当然なんだけれども、はい、ただそうまでして別に求めてないっていうのは一つ、はい、でさらに言うと俺的にこのさっき言ったここの箇所ぐらいの修正であれば、はい、車の価値自体はそんな落ちると思ってないので、はい、で事実値段に関しても仮にこれがあってもなくても、はい、多分買えたとしても20万ぐらい、10万から20万ぐらいの差しかないかなみたいなっていうぐらいにしか考えてないので、はい、そんなにここには重きは置いてないですっていう感じです、はい、たださっき言ったように白か黒かどっちかというと黒寄りの白だったら俺は黒にしちゃうので、はい、なんでラジエータロアサポとライトバッフル、入ってればもうこれは修復歴ありでいいやみたいなっていう感じですかね、はい、一応そんな感じで見てます。ただここら辺のインサイドパネルとかこういうとこまでは手入ってないらしいので、はい、そんなに大事故じゃないかな。ちょっと下ぶつけてギュッて当たりとこ悪かったかなでライト押されちゃったかなみたいな、はい、そんなイメージじゃないかなと思いますっていう感じでございました。 OK ですか、はい、じゃあ次は、下回りとトランクいきましょう。はい、トランクはお決まりのこっちから、はい、錆びないですね。昨日は雨降ってた？降ってましたね。そうだよね。結構。そんなに水入ってないんで大丈夫そうですね。普通水入るのここのさ、はい、テールランプ止めてるところとかのクリップの間から入ったりもするんですけど、はい、ここにねエアベント、エア抜きのダクトがあるんですけど、はい、これが壊れるって言ってもプラスチックのカバーなんだけどさ、はい、壊れると結構ここから水洗車するとき入るんでね、はい、チェックしてほしいですね。はい、次こっち、はい、綺麗ですね。大丈夫ですね。はい、はい、で今度真ん中、よいしょ、はい、こんな感じです。綺麗ですね。はい、大丈夫ですね。綺麗です。はい、という感じでございました。よいしょ。であとは下回り、これぐらいのサビはいいですかね。こんな感じです。で、注目してほしいのはこういうところこれ、はい、
めっちゃ綺麗じゃない？はい。そうそうそう。こういうところをちゃんと変えてある車っていいなって話なんですよ。何を言ってるんだって話ですよね。わかります？これで交換してるんですよ。綺麗ですよ。綺麗でしょ？はい。こっから最後のお話になるんですけど、はい。ちょっと待って。はい。暑いね。暑いです。まあ外装の見た目、はい、内装の見た目大事、修復歴ありなし大事、はい、でもそれと同じぐらい結構僕は注目してるのはああいう細かいところのパーツがまあ変えてあるかないかみたいなところは結構中古車選びで重要だと思ってるんですよね、はい、っていう感じなのでちょっとそこを最後はお話しさせてもらってで締めましょうか。はい、はい、じゃあ一旦そんな感じで最後締めに移りましょう。はい、はい。じゃあよし君ここまで、はい、このマーク2紹介させていただきました、はい、改めましてですけれども、何度も言います、1996年式のマーク2なんか俺チェイサーって間で言い間違えてそうだけどね言い間違えてる可能性言い間違えてる可能性大だよね、はい、あまりにも言い過ぎてるからね、はい、そう今回紹介させてもらうのは、1996年式のマーク2です。マーク2ツアラー V の、オートマ車走行距離16万1000キロで修復歴軽くありっていう感じ、はい、ただ内外装期間良好でおすすめの1台ですという話をさせてもらいました。で最後にちょっとお話しさせてもらうのは、一番初め話したように、修復歴一応ありだけど、こういうのだったらいいよね、なしだとしてもこういうのはどうだろうな、このなしのこういうのとこのありのこれだったらこっちの方がいいよねみたいなそういう話をちょっとできればと思います。はい、OK ですか？はい、はい、でですねその話をするためには記録簿、俺は結構過去のメンテナンスの記録がどうだったかっていうのを結構重要視しています。ワンオーナーなんでね、はい、取扱説明書、保証書、スペアキーとか全部残ってて、はい、で記録簿もこんなに残ってます。こんなにすごいでしょ。でさらに保証書の方に記載されてるのもあるから、はい、たくさんもっとあるんですよ。はい、で、平成ね多分10年11年12年ぐらいの記録簿があって、はい、13年とか15年で15年5月はリコール、そうリコール、これクロスメンバーのリコールも出てるんだよな。ダメな車ってクロスメンバーも交換してるらしいんだよね。でもクロスメンバー交換って修復益になっちゃうんじゃねえかなとか思いながらね。平成21年ほとんどトヨペットでやってるね。これもトヨペット22年24年かな、ちょっと薄くて見えない、25年27、29年令和元年3年5年9月という感じです。でこの車車検が来年の9月まで、令和7年の9月まで残ってるんで、はい、前回の車検の時が令和5年の9月なんですね。はい、でそれも、整備してあるという感じです。はい、でね結構ねこれ見てるとなんとなくストーリーちょっと見えてくるのよ。要は初めの方は、はい、これ見てもらってさ、ワイパー、バッテリー、エアクリーナーエレメントとかっていう感じ、はい、交換でしょ入ってますとか、これはサービスキャンペーンか、はい、サービスキャンペーンってリコールの1個手前みたいなんですかね。はい、これもリコールだね。でこっちもこれも車検かな、オイルエレメントちょこちょこちょこぐらいでね、フォグランプ交換したりとか、っていうのがパラッパラッと続いてるじゃないですか。はい、わかります？わかります？はい、わかりますよね。はい、だからここら辺までは平成27年だから、この車が新車から10年ぐらいですか、14万キロぐらい前ですか、そんなに多分買えるものはなかったとっていう感じだったんですよ。はい、ところがですよ、もうちょっといくとですね一気にやっぱ手がかかってくるんですよね。だこれはリコールで、これいつのリコールかちょっとね書いてないんだけど、はい、フロントのロアボールジョイント、これねであるんだよね。ロアボールジョイント足交換フロント外れるとさスコーンって足抜けるんだよこれ。はい、でここら辺も、令和元年の車検ですね。はい、15万キロ。ただこれが5年前かで2年前ぐらいがここか、トヨタモビリティ富山になりますと急に買えるパーツが増えました。増えましたね。そう、こっからやっぱりちょっとやっぱボディ的な痛みが出てきて、オイルだったり冷却水とかもちろんね、あとはリアのディスクパッドかリアのブレーキパッドね、でフロントリアサスペンションロアームとかそういうのを変えてある。フロントサスペンションアームサブアッシーとかフロントサスペンションロアーム交換してたり、はい、フロント側ですよねやってあったりとかで、これが前回の車検多少ちょっと出てきてリアのスタビリンクさっき書いてたやつ、ね、そう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 、はい、っていう感じでちょこちょこ変えてきているという感じです。はい、それ以外にもここには書いてないんだけれども、タイベルが10万キロぐらいの時に書いてあるのと、はい、あとさっき言った VVTi の修理とかでやってあるっていう感じなんですよ。ディーラーの整備が全ていいわけでは僕はないと思ってるんですけれども、はい、場所によっては記録簿はあるものの常にその点検記録簿が結局オイルエレメントだけ変えて車検素通しして終わりで、またオイルエレメントだけ変えて車検素通しで終わり
で足回りとかどんどんへたっていくみたいなっていう車が結構あって、はい、そういう車ってちょっと乗るとなんかねぐにゃぐにゃしたりシャキッとしてないんですよ。でこの車逆に言うと多分ねある一定ラインからシャキッとしなくなってきてて、はい、でいざやっぱ車検で見てちゃんとやろうとすると結構変えなきゃダメだよねみたいなのが出てきて、まあ大したパーツじゃないんだけどね、実は一個一個は、はい、でもやっぱりこれのおかげでだいぶシャッキリしてるんで走りが。なんで修復歴ありの車ってさ、もともとの車の値段がちょっと通常よりも安いわけじゃん。まあ、残念ながらこの車はそんなに大きな修復歴じゃないから、はい、10万20万ぐらいしか安くないんだけれども、はい、それでもなしの車よりかちょっと安く買えるわけだね、はい、でも走りには問題ないで、かつ整備しっかりやってあるからまあ安心だよねっていうのはあります。まあ、一方で、前にちょっとお話ししたシルバーのチェイサーあったでしょ。ワンオーナーで5万キロぐらいで整備いっぱいやってるよねってやつで、車も5万キロしか走ってない、はい、で整備はずっとディーラーでやってた、はい、でも俺あの時の動画で言ってたと思うんだけど、あんまりなんかそんなにお金かけてるイメージじゃないよねって話しましたよね、はい、で車は逆に言うと買った後修復歴なしだけど買った後に整備の部分でやっぱ多少お金がかかってくる、もしくは今みたいなスタビリンクとかこういう足回りパパってかけてあげた方が全然走りはシャッキリ変わるんだけれども、結局その費用が必要なわけじゃん。だから俺らどっち買うかって言ったら多分こっちの方がコスト的にも安いし、ゆくゆくも安心かな、距離もしかも走ってるけれども買う時の値段も安いし、さらに整備もされてるからいいよねっていう話だからね、まとまるかな、伝わるかな、説明下手くそだな俺まあいいかざっくり聞いてほしいですね、はい、そうそんな感じで個人的にはですけれども修復歴ありなしの部分にそんなにこだわりを持つのではなく、修復歴はこだわらないで整備じゃなくて、はい、修復歴と同じぐらい現状の車の状態、整備の状態がどうなってるかっていうのは僕はすごい重要だと思ってるんで、はい、もし、ね、当然うちじゃなくて他で買う人ももちろんいると思うんだけどさ、はい、っていう方は車屋さん行った時に、はい、まあ、整備履歴どんな感じだったか記録簿とかあれば見せてくださいって聞くのは一つありだと思います。でそれでいろんなパーツが変わってる、まあ、考察するわけよ。本当お金かけてないでパッパッパってやってるのか、はい、たくさんかけてるたくさんかけてるたくさんかけてるってなるのか、あそこは想像を膨らまして、はい、多分こういうストーリーなんだなって見て、で最後ちょっと試乗とかをして、確かにシャッキリしてるなって言って買ってもらえばいいし、でそれで、やっぱり後々お金かかりそうだな、例えばねこういう古い車ってパッて整備出したら30万40万普通にかかっちゃうからさ、はい、ちゃんとやろうとしたらね、はい、でも自分の予算がもう目いっぱいでここからあと10万も20万も出せないっていうんだったら、多分その車を買った後に整備できなくてダメになってくるんで、はい、そういう車は避けた方がいいんじゃないかと思いますね。 OK ですか、はいはい、ちょっとまとまんなくなっちゃいましたが一応こんな感じで、はい、今日の動画終わります、はい、でちなみにこの車入ったばっかりですけれども、この後今11時ですけど1時から別のお客さん商談予定なので、売れなければまだホームページ出てくるかもしれないし、はい、売れちゃったら次の車を交互期待という感じです、はい、OK ですか、はい、はい、ジェシー君最後何か質問あれば。結局あれですかね、これもじゃあ早く売れちゃう可能性あるっていうことは、ちょっと最近出してる車大体売れちゃってる状態続いてます。大体売れてるね。これ買うってなったら、はい、どういう手順が一番いいんですかこれ遅い確かに、そうだ、どういう手順で買えばいいのかな、遅いの難しいね。確かに一般的にはね、カーセンサーとかグーネットを見て出て、そこからお店にお問い合わせをして、はい、で時間合わせて行って、でそこからね検討するじゃ検討するんですか、1週間とか2週間とか。そうですね、はい、残念なうちにはもうね出る時には売れてるっていう感じが多いので、はい、だからあれだね、難しいんだよね。結構よくインスタとかでも DM 来ます。なんかいいの入ったら教えてくださいとか、はい、チェイサー入ったら教えてくださいとかあります。ただごめんなさい、ざっくりしすぎてるのって、はい、全部返せないんですよ、都度。そういうお客さんめちゃめちゃ多くて、実は。ただ車種だけ指定されても、そう100系なんかあったら教えてくださいみたいな、はい、いやいやめっちゃあるからみたいなオートマもあればマニュアルもあるし、ターボもあれば NA もあるし、はい、ね、5万キロもあれば15万キロもあるわけで、自己車もあれば自己車じゃないのもあるよね、はい、っていうなんですげえざっくりしちゃうと結構わからないんですよ。で、はい、そういうお客様にいつもお伝えしているのは、インスタのストーリーに入った車はポッポッポって上げていくから、はい、まあそれでなんか合いそうなのだったら売ってねみたいな感じでいつもお伝えさせてもらってるんですね。で実この1時から来るお客様も、この車買い取りさせていただいた帰り道に、今日はこんな車買いましたってパーキングでパシャって撮った1枚の写真、はい、で、オートマ16万キロスアラ V
しか書いてなかったな、はい、でこの写真あげたの。そしたらそれでメッセージもらって、でこれいくらぐらいですか、まあ大体200万前後ぐらいじゃないかなって言ったら、あそれは僕の予算に合うんで、じゃあ1回見に来ますっていうので来てもらうっていう感じなんですよ。だからストーリーを見てもらって、まあね、反応してもらってるのは一つ、はい、もう一つはより具体的にそのイメージを持ってるのであれば、はい、やっぱり車種と、例えばじゃあマーク2なのかチェイサーなのか、はい、ツアラー V がいいって皆さん言うでしょう、マニュアルがいいって皆さん言うでしょう、はい、であとは予算だよね。予算を教えてくれて、で走行距離大体これぐらい探してますっていうのがあれば、まあ、そこまで具体的に教えてくれれば、まあなんか近しいのがあればご案内はできるかなっていう感じですね。はい、ね、この車もそうだけどさ、ツアラー V の程度いいのありませんかっていう話で、はい、ありますと。5万9000キロです。ほぼワンオーナー、はい、510万円です。いや全然予算に合わなかったですみたいな話になるわけじゃん。でツアラー V なんかありませんかって言ってあります、はい、スタンスネーションガチガチカスタムされた445万です、はい、いやいやそういう車じゃないんですよって話になっちゃうんですよ。なりますね。やっぱりその予算って結構軸で、はい、その予算大体これぐらいでこういった程度のこういったグレードのものを探してますみたいなのがあれば、はい、まあお知らせできるんじゃないかなと思いますけれども、はい、まあそれでもやっぱりね数結構あるんで、はい、実際問題ちょっと一個一個DM 送ったりメール送ったりとかって結構難しいので、はい、まあやっぱりインスタのストーリー見てもらうのが一番いいんじゃないかなと思います。でそこで言い方いいんですけど、まあ多分ねメールよりも下手した電話の方が全然いいと思う。で電話、僕出れない時とかは留守電に入れてもらえば折り返すんで、はい、だから留守電入れてくんないと営業電話もめっちゃ来るんですよ。変な東京電力ですとか本当かよお前みたいな電話めっちゃ来るんで、留守電残ってないのはあんまり折り返さないんですけど、はい、車の件でみたいな感じで留守電入れてもらえればすぐ折り返しますので、はい、そんな感じで問い合わせしてもらえればと思います。まあこれ多分うちに限らずですね、やっぱりいい車、売れない車、売れ残った車とかはカーセンサーとかグネットにずっと出てると思うんですけど、はい、本当にいい車ってやっぱそういうとこ出てこないんで、はい、なのでそういう感じでやってもらえればと思います。これですか。はい、はい、じゃあそんな感じで今日もう一本撮りますから、はい、やっていきましょう。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。そしてこれを売っていただいたお客様ありがとうございました。しっかり大事に売らさせていただきます。年式は平成9年式の10月登録、しかも V スペックとスカイライン GTR ですね、はい、純正色のミッドナイトパープル、あえてこれ色塗ってないっていうところがまたで、アルミホイルはみんな大好き T37SL